こんばんは、鈴木つづみです。前回塗装作業が完了しましたが、完成までに作業はまだ残っています。これから始める作業はなかなか大変ですが、頑張って終わらせます。次に行う作業は、デカールの貼り付けですね。実物が存在しているキットでは、指定された通りに貼らないといけないので、たくさん貼るデカールがあるとなかなか大変な作業になるのですが、幸い今回はキットのデカールを使うので、一つずつデザインナイフで切り取るといった手間はないです。少し楽できますね。というわけで、そろそろ作業にかかりますね。まず、一つずつ切り取る必要のないこのデカールですが、使わない部分は切り取ります。まあ、ざっと見て使わないと分かっているものですね。大体分かっているものを取り除いています。そして使う部分はと言いますと、シートごと水道水に浸します。このチャンネルでは何度もやっている方法です。シートごと濡らすと使いたいデカールをすぐに使えるというメリットがありますからね。それではデカールを貼っていきましょう。作業の様子を流しています。今回失敗したのは、この機体側面のデカール部分ですが、なんとつながっています。マークがまとまっていると、位置合わせが楽になるというメリットはありますが、デカールが大きくなると、丸まったり折れたりするので、うまく直すことができなければデカールを傷めてしまい、使えなくなってしまいます。なので、あえてデザインナイフで切って分けて貼る方法でも良かったかもしれません。その分デカールの位置合わせは個別になるので手間はかかりますが、失敗して使えなくなるよりはマシですからね。なんでこんな話をしたかというと、機体右側面のデカールを戦術のトラブルで割ってしまいましたので、幸いとっさに思いついた方法でなんとかなりましたが、実は一緒に水につけていたデカールの中に不要なデカールがありましたので、その部分を切り貼りして修正できました。この部分は小さいデカールと合わさっていますので、ちょっと分かりにくいですが、まあ、なんとかなったと思います。デカール作業完了しました。軟化剤が乾いて定着するまでこのまま待ちます。塗装作業が完了した時も、色がついて完成に近づいたように見えましたが、デカールを貼るとより一層完成度が増しましたね。もっともここで今更言わなくても当たり前のことですが、デカールが定着したら、次の作業のために艶ありクリア塗料を吹き付け、デカールをコーティングします。これは今まで何度もやっています。デカール保護のためですね。この後に汚し塗装のためにエナメル塗料を大量に使うからなんですけど、汚し塗装をしない場合でもデカールの上にクリア塗料を吹くのは有効です。飛行機模型の場合は艶消しクリアの方がいいかもですが、まあ状況によりますけどね。クリア塗料でコーティングすることで、経年劣化による剥がれや割れの心配がなくなります。これから汚し塗装作業ですね。黒のエナメル塗料を全体に塗って、ウォッシングという作業を行います。それでは作業開始です。作業の様子を流しています。思いっきり黒に塗っていますが、ここまでしなくてもいいかもですね。これも人によって違うと思いますが、全体にエナメル塗料で黒を塗りました。ここからは先ほど塗った塗料をペトロール溶剤を使って落としていきます。ペトロールは油絵に使う溶剤ですね。ティッシュや綿棒につけて機体に塗った塗料を拭き取ります。この作業でほとんどのエナメル塗料が拭き取られますが、モールドに塗料が残って墨入れの効果が得られるのと同時に、平面にも拭き取られなかった塗料が少し残ることで、
表面に変化が出ますので効果的です。ウォッシング作業完了です。この後にも塗装の剥がれの再現や排気汚れの作業がまだありますが、今回はウップ主の指示で少し綺麗に作りたいというので、ここでやめることにします。たまにはいいかもですね。あ、それとですね、機体への塗装にかかりきりで忘れそうになりましたが、細かな塗装も終わらせてしまいます。エナメル塗料が乾いたら最後の塗装です。仕上げの艶消しクリア塗料の吹き付けです。これを機体に吹き付けることで、ツヤツヤでちょっと不自然に見えます。この機体が落ち着いて見えるようになります。72分の1の対戦機の場合は、仕上げのクリア塗料は艶消しを選ぶことが多いかもですね。仕上げ塗装が終わりました。その効果を見てみましょう。これが艶ありの状態の機体です。これが仕上げの艶消しクリアを吹き付けるとですね。はい、ご覧の通りです。落ち着いて見えますね。いい感じで塗装できました。これで私の仕事は完了しました。あとはささらちゃんが最後の組み立て作業をしていよいよ完成です。こんばんは、佐藤ささらです。塗装作業が終わったようなので、いよいよ最終組み立て作業に入ります。いつものように作業を締めくくりたいと思います。それでは作業開始です。まずは機体につける前に組み立ての必要のある試着やプロペラを組み立てていきます。接着剤をつけますので、位置調整に気をつけながら作業します。組み立てた部品が接着するまで、直接機体に取り付ける部品を接着します。コックピットから始めましょうか。キャノピーを接着する前にですね、忘れないように照準器を取り付けましょう。これを忘れると、後が大変です。照準器の次にキャノピーですね。接着剤のはみ出しがないように流し込み接着剤を使います。そして後回しにしていた尾翼支えを取り付けます。最初の組み立て作業の時に尾翼支えの接着でトラブルがないように、尾翼の位置調整はしっかりとやっていますので、無事取り付けできましたね。胴体にアンテナを取り付けます。そして主翼仮面に取り付ける部品と、不等管といった小さい部品を取り付けます。こちらは前後ろを間違えないように。そして小さな部品なのでなくさないように注意ですね。その後は先ほど組み立てた試脚を取り付けます。このキットでは、機体への試脚の取り付けは比較的安定しています。きつすぎず、緩すぎず、固定できます。本当にいいキットだと思います。ただ、どのキットにも言えることですが、取り付け時に左右間違えないように。プロペラは胴体にポリキャップが取り付けてありますので、接着剤不要で差し込むだけですね。試脚の接着剤が固まるまで、他のキットの箱の円に乗せています。このチャンネルのいつもの方法ですね。うちのチャンネルでは試脚の接着は後で取り付けますので、接着するまで直接置くのはお預けになります。これで説明書に書かれている組み立て作業は完了しましたが、最後に残っている作業としては、アンテナ線の取り付けです。実はちょっと勘違いをしていまして、アンテナと尾翼に線を貼ればいいと思っていたのですが、資料を見るとですね、はい、アンテナ線と胴体にも線がつながっています。というわけで、急遽胴体に穴開けをする羽目になりました。ガキ針とドリルを使って 0.5mm の穴を胴体に開けました。完成間近のことでしたので、ドリルや針がずれて傷がついていたら発狂者でしたね。まあ、自業自得ではありますが、無事に機体への穴開けが終わりましたので、いよいよアンテナ線の作業に入ります。ここで使うのが、魚釣りで使うハリスですね。規格は写真の通り 0.6 です。まずは線を伸ばして黒のマジックで着色します。そして着色した線を適当な長さに切りまして、アンテナと尾翼の上に瞬間接着剤で固定します。今回は穴開けを忘れたりとトラブルがありましたので、動画撮影を省いてしまいましたが、
撮影の緊張感がなかったおかげで、すんなりと接着できました。前回は動画撮影中になかなか接着剤がつきませんでしたが、まあ、今回はうまくいってよかったです。次に急ぎで開けた穴に瞬間接着剤をつけた線の端を取り付けまして、もう一つのアンテナ線と交わる箇所に接着剤をつけて固定します。今回はここの接着もなぜかうまくいきました。いつもでしたらなかなかついてくれないアンテナ線の取り付けができました。今までで一番うまくいったかもしれません。これで一安心ですね。私の作業はこれで完了です。それでは、完成品を見てみましょう。今回もなんとか終わったね。いいキットだったね。何度も言うけど、おすすめできるキットだよね。あえて難点を挙げるなら、微力支えの取り付けかな。先につけると破損の危険があるし、後付けだと接着時に長さが合わなくならないように微力の角度を調整しないといけないからね。それと側面のデカールが大きいから、切ってつけるか、そのままつけるか、作る人次第だね。でも、それくらいかな。基準の穴は無理して再現する必要はないし。ウップ主来た。お疲れ様。ねえねえ、ウップ主、どうして後半作業を急がせたの？そうそう、無理ではなかったけど、今回急がせたのはなんで？休養ができてね。早く完成させて動画制作のめどをつけないと。このままずるずると公開する日が遅れそうだったからね。まあすでに予定より遅れてしまったけどね。あらら。私も仕事をしながら動画を作っているからね。まあ仕方なくだよ。そういうことなら仕方がないか。リアル都合大事だもんね。とにかく無事に完成してよかったよ。それでは、この辺りでお開きにしようかな。そうだね。それでは皆様、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。